トリックテイカーズキャラクターインスト編 by ルーラー。皆様こんにちは、ルーラーです。トリックテイカーズには全15キャラクターが登場します。好きなキャラだけを使用して遊ぶことができますよ。この動画では全15キャラの使用方法を説明していきますね。まずはキングからです。キングの準備はキング専用レアカードを手札に入れて手札1枚を捨てます。これで準備は完了です。キングはトリックに勝てば勝つほど得点が上がりますので、手札が強い時に選択するのがいいですね。最終ラウンドのみ得点が2倍になります。またキングは次のラウンド時に王冠や勝利点とは関係なく最初にキャラ選択ができます。ただしキングを選択することはできません。これでキングの説明は終わります。次はギャンブラーについて紹介します。ギャンブラーの準備には4つの手順があります。1、無条件に20点を獲得します。2、ポーカー交換を2回までできます。ポーカー交換とは手札から任意の枚数を捨てた枚数を山札から取ることです。例えば5枚捨てて5枚取る、2枚捨てて2枚取る。3、自分の勝利数を予想します。5回のトリック中に2勝すると予想するならダイスの目を2にします。4、その予想が当たるかどうか50点までかけることができます。最終ラウンドでは100点までかけることができます。20点をかける場合はダイスの横に20点を置きます。ここまででギャンブラーの準備は完了です。ギャンブラーは自分の予想を当てることで得点が入ります。2勝と予想して当たると90点が入ります。もし20点をかけていた場合は90点に20点を足した110点が入ります。2勝を外した場合はかけていた20点は没収されます。ギャンブラーは高得点を狙うことができます。拡張セットからは新しい勝利条件が追加されました。最終ラウンドにギャンブラーを選択して合計点が350点を超えたらゲームに勝利します。これでギャンブラーの説明は終わります。次はレジスタンスについて紹介します。レジスタンスには準備がありません。レジスタンスは自分のターン時に1回だけ革命を使用できます。場に出したカードの上に革命トークンを置きます。革命の効果はそのトリック中のみ有効です。革命を使用するとカードの強さが逆転します。つまり最弱の白旗が一番強いカードになります。赤、青、緑の3色の強さは同じです。リードの強さは無効化されて数字が小さい方が勝ちます。同数は先出しが勝ちます。場に2枚の白旗が出た場合は先に出した白旗が勝ちます。そのためレジスタンスよりも前に白旗が出ていると革命で勝利ができません。革命封じです。レジスタンスはどのカードで革命に勝利したのかによって得点の入り方が変わります。白旗で勝つと30点、革命時には弱くなる7、8、9で勝つと100点、黒で勝つとゲームに勝利します。また革命のみの1勝は0勝とみなします。黒王冠の獲得チャンスですね。最終ラウンドでは1勝利ごとに30点を獲得できます。これでレジスタンスの説明は終わります。次はハーミットについて紹介します。ハーミットには準備がありません。ハーミットは自分のターン時に手札交換ができます。手札を出す前に山札から1枚を引いて手札を1枚捨てます。リードカラーを手札から捨てることでマストフォローを回避しやすくなります。基本戦略は0勝を狙うことです。50点と黒王冠を獲得していきましょう。1勝や2勝では
マイナス点になるので注意してください。ハーミットが出す白旗のみレアに勝利できます。白旗でレアに勝利するごとに30点を獲得できます。最終ラウンドでは100点を獲得できます。拡張セットからはギャンブラーと同じように最終ラウンドにハーミットを選択して合計点が350点を超えたらゲームに勝利できます。これでハーミットの説明は終わります。次はバーサーカーについて紹介します。バーサーカーは7枚の専用デッキを使います。バーサーカーカードはレアよりも強い最強カードです。ただし数字の1に負けます。この場合数字の1を出したプレイヤーがトリックに勝利します。バーサーカーカードはレアや白旗と同じようにマストフォローを無視して出すことができます。赤、青、緑、黒の10は同じ色の1に負けます。例えば黒10は黒1に負けますが赤1には負けません。準備ではまず手札をすべて捨てます。次に専用デッキからバーサーカー1枚とランダムで4枚を手札とします。これで準備は完了です。トリックに勝ちやすいキャラですが得点は低めに設定されています。勝利点よりも王冠を狙っていきましょう。最終ラウンドでは0勝でゲームに勝利できます。他のプレイヤーと大差がついた場合に狙ってみましょう。最後にバーサーカーの注意点を説明します。最終ラウンドでは黒王冠を消費してポーカー交換をすることができますがバーサーカーカードは捨て札にすることができません。また後で紹介するファントムシーフは他のプレイヤーと手札交換をすることができますがバーサーカーカードを渡すことはできません。これでバーサーカーの説明は終わります。ここまでで基本セットの基本5キャラを紹介しました。次は基本セットの拡張3キャラを紹介します。まずはアドベンチャラーについて紹介します。アドベンチャラーは自分のターン時にアイテムを1つだけ使用することができます。準備ではアイテム通常装備役カードの上にアイテムカードを2つ選択して載せます。運命の地図、透明になる薬、臆病なブーツから1つを選択します。奇跡の剣、ルーラーの杖、バーサーカーの斧から1つを選択します。装備したアイテムは公開情報ですので他のプレイヤーが見えるように置いてください。選択しなかったアイテムと残りのアイテムをよく混ぜアイテムカード山札として裏向きに置きます。これで準備は完了です。自分のターン時にアイテムを使用する場合は装備枠カードの外に移します。アイテムは1ターンに1つしか使用できないので注意してください。アイテムを使用したらアイテムカード山札から1枚を装備役カードに補充します。アイテムを使用せずに捨てることはできません。トリック勝利時はトリックで使用された場に出ているカードをひとまとめにしてアイテム通常装備役カードの横に置きます。これがアイテム新規装備役になります。アイテムカード山札から1枚を新規装備枠に補充します。5回のトリック終了後装備しているアイテムに応じて勝利点を得たり失ったりします。15枚のアイテムカードについて紹介します。運命の地図はポーカー交換できます。透明になる薬はカードを裏向きで出せます。マストフォローのルールには従ってください。リードでは使用できません。全員がカードを出した後に表にします。臆病なブーツはカードを最後に出せます。リードプレイヤー時に使用すると次のプレイヤーがリードプレイヤーになります。奇跡の剣は数字をプラス5かマイナス5にします。下限は1、上限は9です。赤5に使用した場合は赤1か赤9にできます。ルーラーの杖は
手札のカードをリード色に変更して出すことができます。リードプレイヤー時にも使用できますが、効果に意味はありません。バーサーカーの斧は数字が10になりますが、同じ色の1に負けます。これらの3つのアイテムは数字カードのみに使用できます。ハーミットの秘伝書は手札を出す前に山札から1枚を取り、手札1枚を捨てます。白のオーブはカードを白旗に変更します。先回りの翼は後出しで勝利できます。例えば場にレアが出ていた場合、レアを後から出しても勝利できます。ドラゴン人形はレアに勝利できるカードに変更します。妖精のいたずらはデメリットカードです。手札のすべてを他のプレイヤーに見えるように公開します。5トリック目には使用できないので注意してください。城に立ち寄るは装備しているすべてのアイテムを捨て札にしてアイテムを補充します。ゴールド発見は即時で勝利点30点を獲得します。クリスタルとクリスタル原石は使用することができません。新規装備枠の上に補充できたら高得点になります。アイテムの位置を変えることはできないので注意してください。トリックに2勝した時の得点名です。トリックに2勝しているためプラス20点。クリスタル原石は通常装備枠の上にあるためプラス30点。ゴールド発見は未使用のためプラス10点。クリスタルは新規装備枠の上にあるためプラス30点。妖精のいたずらは未使用のためマイナス30点。合計で60点となります。これでアドベンチャラーの説明を終わります。次はコレクターについて紹介します。コレクターには準備がありません。コレクターは役を揃えることで勝利点を獲得します。役に使用するカードはトリック勝利時に取ったカードを使用します。また自分のターン時に場に出ているカードを1枚だけコレクション予約することができます。予約をするときにはコレクション予約トークンを場に出ているカードの上に置きます。自分がリードプレイヤーの場合は自分のカードしか予約ができません。他のプレイヤーがトリックに勝利した際には予約したカードのみ自分の手元に持ってきます。マイトリックカードを予約できますので、トリックに一度も勝利しなくても最低5枚のカードはコレクションすることができます。役を紹介します。フラッシュ3、同じ色が3枚。ストレート3、3枚のカードの数字が順番に並ぶ。3カード、同じ数字が3枚。ストフラ3、3枚のカードが同じ色で数字が順番に並ぶ。4カード、同じ数字が4枚。ストフラ5、ストフラ9。役は以上です。役は3役まで作ることができます。役に使用されなかったカードは2枚につきマイナス10点になります。レアカードは好きな色と好きな数字に置き換えることができます。ただし1つの役に1枚までしか使用することができません。白旗やバーサーカーカードは役に使用することができません。トリックに勝利しなくても1役は作ることができますが、できれば1勝はして2役は作りたいですね。最後にコレクターは王冠や黒王冠を獲得することができないので注意してください。高得点を狙ってください。これでコレクターの説明を終わります。次は私ルーラーについて紹介します。ルーラーは他のプレイヤーにタスクを渡し、タスクを達成してもらうことで勝利点を獲得します。タスクは6種類あります。赤を取る、青を取る、緑を取る、赤を取らない、青を取らない、
緑を取らない。準備では他のプレイヤーに1枚ずつタスクを渡します。キングやバーサーカーには取る系を、レジスタンスやハーミットには取らない系のタスクを渡すのが妥当でしょう。これで準備は完了です。タスクを渡されたプレイヤーはタスクを達成すると勝利点を獲得できます。タスクを渡されたプレイヤーとルーラーは同じ得点が入ります。そのためルーラーと他のプレイヤーとはタスクを通して協力関係にあります。タスクが達成されたらカードを裏向きにして達成したことを示します。取る系のタスクは20点、取らない系のタスクは10点です。タスクが達成できないとマイナス10点になりますが、ルーラーにマイナス点はありません。ルーラー自身には4種類のタスクがあります。全タスクを達成する10点。こちらは他のプレイヤーに渡したタスクを指します。黒のカードを取る10点。1トリックだけ取る20点。2トリック以上取り、赤、青、緑を取らない。ゲームに勝利する。ルーラーは手札をリードカラーに変更して出すことができます。例えばリードが黒8だった場合、この手札では通常黒1しか出すことができませんが、ルーラーはどの手札でも出すことができます。青7を出すときにはリード黒トークンを乗せて出します。リードで黒8を出したプレイヤーがタスク青を取るを持っているならば、青7を取ってもらうことでタスクを達成させることができます。逆にリードで黒8を出したプレイヤーが取らない系のタスクを持っているならば、赤9を黒9として出すことでトリックに勝つのもいいかもしれません。ルーラー自身が黒8を取ることでタスク黒のカードを取るを達成することもできます。自分がリードプレイヤーの時はリードカラートークンを使用しても意味がありません。手札を好きな色に変更できるわけではなく、あくまでリードカラーに変更することができるということに注意してください。例えばリードで赤9を出してリード黒トークンを置くことはできません。リードで赤9を出したならばリード赤トークンしか置くことができません。最後にコレクターとの注意点を説明します。コレクターのコレクション予約によって獲得したカードはトリックで獲得したカードと同じように扱います。そのため取る系のタスクが達成されたり、取らない系のタスクが達成されないことがあります。逆にコレクターに予約されたカードを取られた場合は、取る系のタスクが達成されないことがあります。以上でルーラーの説明を終わります。拡張セットからはアドベンチャラー、コレクター、ルーラーも最終ラウンドに選択して合計点が350点を超えたらゲームに勝利できます。ここまでで基本セットの8キャラを紹介しました。次は拡張セットの7キャラを紹介します。まずは忍者と侍について説明します。基本5キャラと似たシンプルなキャラですので、すぐに追加して遊ぶことができます。忍者です。忍者には準備がありません。忍者は毎ターン手札から2枚のカードをプレイできます。手札は1つですが、1人2役のイメージです。分身の術ですね。2枚目は裏向きに出します。2枚目を出すと手札が1枚少なくなりますので、山札から1枚を取ります。全員が出し終わった後に裏向きのカードを表にするか捨て札にするか選ぶことができます。2枚目のカードを黒で出せると強いですね。他のプレイヤーからすると
とてもやりにくいキャラです。最後まで忍者の裏向きのカードがわからないからです。表にした時点でカードを出したことになるので注意してください。例えばレアを裏向きに出していた場合、先に場にレアが出ていたら勝つことができません。5トリック目には2枚目を出す手札がないので、山札1枚を見てそれを2枚目として出すことができます。また忍者は2勝で黒王冠を獲得できます。0勝では黒王冠を獲得できませんので注意してください。キャラ優先度が 2D と高いため、2勝できたらほぼ確実に黒王冠を獲得できるでしょう。2勝で単独1位だった場合、王冠は獲得できないので注意してください。忍者は手札が強くても黒王冠を狙うことができるキャラですね。忍者が2勝すると他のプレイヤーはトリックに勝ちにくくなります。そのため他のプレイヤーの王冠獲得を阻止できるかもしれませんね。これで忍者の説明を終わります。次は侍について紹介します。侍は赤のカードを極めたキャラクターです。侍が出した赤は黒と同等の強さになります。ただし黒のカードを手札にすることができません。黒の強さを捨てることで赤を極めることができたのです。準備では手札に黒のカードを持っていたら黒のカードを捨てます。捨てた枚数だけ山札から取ります。これで準備は完了です。侍は赤が黒と同等の強さになりますので、赤でリードできると強いですね。他のプレイヤーが赤を出している中、自分だけが黒を出しているようなものだからです。ただし場に白旗が出ていると赤が強くなる効果は無効化されてしまうので注意してください。白旗が苦手というお茶目なところがあるのです。トリック勝利時には他のプレイヤーが使用した赤1枚を手札にすることができます。赤を手札にした場合は手札から1枚を捨てます。侍は他のキャラよりも得点が高く設定されています。2勝すると80点です。4勝するとゲームに勝利できます。最後に侍の注意点を説明します。侍の赤1は黒10に勝ちます。侍が何かしらの理由で赤10を手に入れた場合は、侍の赤10は黒1に負けることに注意してください。赤を黒とみなして勝敗の判定をしてください。また侍が何かしらの理由で黒を手に入れた場合は、黒のカードを公開で捨て札にして山札から捨てた枚数を取ってください。これで侍の説明を終わります。次はこちらの5キャラを紹介していきますね。まずはストラテジストについて紹介します。ストラテジストは軍師・戦略家です。マイトリック発動する罠カードによって他のプレイヤーは失点していきます。失点した勝利点はテーブル中央にプールされます。ストラテジストがトリックに勝利した時にプールされた勝利点をゲットすることで勝利点を獲得します。準備ではストラテジスト専用の黒7を手札にして手札から1枚を捨てます。戦術カードを手元に置きます。最後に5枚の罠カードを好きな順番で裏向きに重ねてテーブル中央に置きます。これで準備は完了です。マイトリックの始めに罠カードをオープンにします。罠カードのオープンを忘れないように全員で見てください。罠カードには5種類があります。1、2、3、4、5、6を出すと失点。
7、8、9を出すと失点、黒のカードを出すと失点、マストフォローできないと失点、ストラテジストがトリックに勝つと全員失点、ストラテジストには失点がありません。他のプレイヤーは自分がカードを出したタイミングで罠に引っかかるならば、テーブル中央に10点を置きます。少しずつ失点がプールされていきます。ストラテジストがトリックに勝つと、プールされた勝利点をすべて獲得できます。罠カードによる失点の注意点を説明します。失点をするプレイヤーは、手持ちの勝利点が0点の場合には失点はありません。ギャンブラーについては、予想にかけていたベッド分は失点の対象にはなりません。つまり、ベッド分は手持ちの勝利点とはみなしません。罠カードの順番はトリック開始前に決定します。初見では罠カードを ABCDE の順番でセットしておくといいでしょう。自分のターン時では一度だけ戦術カードを使用できます。戦術カードを使用すると、ストラテジストはマストフォローを無視してカードを出すことができます。リードが赤か青か緑の場の時に戦術カードを使用して黒7で勝利を狙うのがいいでしょう。あるいはリードが黒の場で戦術カードを使用して手札から不要なカードを出して黒7を温存するのもいいでしょう。戦術カードと黒7を使って1勝を狙ってください。ストラテジストは0勝でレアカードをゲットできます。また1勝で黒7をゲットできます。レアや黒7は次のラウンドで使用することができます。例えば次のラウンドでキングを選択すると2枚のレアを手札にできるわけですね。持ち越したカードは必ず次のラウンドで使用しなければなりません。レアの代わりに50点、黒7の代わりに30点を獲得することもできます。ストラテジストを最終ラウンドに選択して合計点が350点を超えたらゲームに勝利できます。戦略家として先を見越したプレイをお楽しみください。これでストラテジストの説明を終わります。次はサモナーについて紹介します。準備ではキャラカードの上に MP トークンを5つ載せます。召喚シートと召喚獣カードを手元に置きます。これで準備は完了です。召喚獣を紹介します。召喚獣丸は赤10、グルは青10、ネムは緑10、オコは黒10です。L は白旗と同等ですが、レアに勝利できます。ハーミットの出す白旗と同じですね。ミリアはバーサーカーと同等です。最強カードですが、数字の1に負けます。サモナーはバーサーカーと似たようなカードを持っていますが、5枚の手札は捨て札にしません。自分のターン時には4つの手順があります。1、召喚獣を後衛に召喚する。MP を使用して召喚シートの上に召喚獣を置きます。2体まで同時に召喚できます。使用する MP は左側に書かれています。丸、グル、ネム、オコの召喚コストは MP1 です。L は MP4、ミリアは MP3 です。MP を使用したらキャラカードの上から MP トークンを外に移します。2、召喚獣の特殊能力を使用する。召喚されている召喚獣の特殊能力を使用できます。丸、グル、ネムは MP1 を使用して手札1枚を捨てて山札1枚を取ることができます。オコは MP1 を使用してポーカー交換をすることができます。
MP がなくなるまで行うことができます。使用 MP は下側に書かれています。L はターン終了時に MP を1回復します。ミリアは10は1に負けない効果が発動します。L とミリアは後衛にいるだけで MP を使用せずに効果が発動します。3、手札から1枚を場に出す。通常通り手札から1枚を場に出します。4、召喚獣を前衛に出す。手札から場に出したカードの上に召喚している召喚獣を載せることができます。これを召喚獣を前衛に出すと言います。召喚獣を前衛に出すときにも MP を使用します。使用 MP は上側に書かれています。お好み MP2 を使用しますが、他の召喚獣の使用 MP は1です。手札から場に出したカードの色と召喚獣の色が同じだった場合は MP を使用せずに召喚獣を前衛に出すことができます。赤3の上におこを出す場合は MP2 を使用しますが、黒3の上におこを出す場合は MP を使用しません。L とミリアは白旗やレアの上に出すことができれば MP を使用しません。L とミリアの特殊効果は前衛に出すと発動しませんので注意してください。例えばミリアが後衛にいると10は1に負けない効果が発動しますが、ミリア自身は1に負けますので注意してください。トリックに勝利すると MP が1回復します。最後にコレクターとの注意点を説明します。サモナーが場に出した召喚獣カードをコレクション予約した場合は、召喚獣の下のカードもコレクションすることになりますので注意してください。サモナーは強い召喚獣をどのようにコントロールするのかが腕の見せ所ですね。これでサモナーの説明を終わります。次はアルケミストについて紹介します。アルケミストは15枚の専用デッキを使います。赤の1から5、青の1から5、緑の1から5、計15枚です。毎ターン3枚を使用しますので、5回のトリックで15枚すべてのカードを使い切ることになります。準備はまず手札をすべて捨てます。次に専用デッキからランダムで6枚を取り手札とします。魔法陣シートと9個のエレメントトークンを手元に置きます。これで準備は完了です。アルケミストは3枚のカードを出して役を作り、エレメントを獲得します。獲得したエレメントを即座に魔法陣に配置します。魔法陣の配置によって勝利点や王冠を連成することができます。自分のターン時では手札3枚を出してプレイします。3枚を合計した数字が出した数字になります。例えば1、2、3ならば6を出したことになります。3、3、4ならば10を出したことになります。10は1に負けます。3、5、5ならば13ですが、1の位を使いますので3を出したことになります。アルケミストはどのような手札の出し方をしても必ずマストフォローしたとみなされます。法則ダイスキッコですので、マストフォローのルールを必ず守っているのですね。リードが赤の場合、赤3、青5、緑5を出すと赤3を出したことになります。手札にリードカラーがあれば必ず1枚を入れる必要があります。手札にリードカラーがなければ何を出しても構いません。出したカードにリードカラーが含まれていなくても必ずリードカラーになります。リードが黒ならば黒を出したことになります。自分がリードプレイヤーの場合は出したカードの中から好きな色をリードに指定できます。
赤、青、緑の3色を出した場合は黒を宣言することもできます。3枚のカードを出した後は3枚を専用デッキから引きます。次にエレメントの獲得について説明します。3枚のカードの出し方でエレメントを獲得できます。1、リードと同じ数字でエレメントを1個獲得できます。例えばリードが3だった場合、3、5、5を出して13を作ることでエレメントを獲得できます。2、3カード、3枚が同じ数字。3、フラッシュ、3枚が同じ色。4、ストレート、3枚が連続した数字。役が重複すればエレメントも重複して獲得できます。例えばストフラを作り、ストレートとフラッシュの2役を完成させたら2個のエレメントを獲得できます。さらにリードの数字と同数であれば追加で1個獲得できます。5、トリックに勝利したらエレメントを1個獲得できます。エレメントを獲得したら即座に魔法陣に配置します。三角形に配置すると10点、横に3個を配置すると30点、縦に5個を配置すると80点、周りに6個配置すると王冠か黒王冠を連成できます。王冠や黒王冠の連成はどちらかしか選ぶことができませんので注意してください。王冠を連成するためには黒王冠を消費する必要があります。黒王冠は前のラウンドで獲得したものでも今回のラウンドで獲得するものでも構いません。黒王冠を連成するためには勝利点を消費する必要があります。50点、100点、150点とラウンドごとにコストは高くなっていきます。1ラウンド目では50点で黒王冠を連成できますが、3ラウンド目では150点が必要です。9個すべてのエレメントを配置すると160点を獲得できます。獲得した勝利点を消費して黒王冠を連成することもできます。アルケミストをゲームに使用する場合は、ゲームの準備にラウンド補助シートの上にアルケミスト連成用の王冠を1つ、黒王冠を2つ配置してください。3回のラウンドでアルケミストが連成できる王冠は1つ、黒王冠は2つまでですので注意してください。アルケミストは他のプレイヤーに邪魔されずに王冠や黒王冠を連成できるのが強いですね。これでアルケミストの説明を終わります。次はタイムトラベラーについて紹介します。タイムトラベラーは誰が王冠や黒王冠を獲得するのかを秘密裏に予想します。予想には2人用キャラカードの裏面を使用します。予想通りになるように時間を操作して場をコントロールするキャラクターです。準備では王冠予想カードの下に1枚、黒王冠予想カードの下に2枚、予想した2人用キャラカードを入れます。タイムトラベラー自身を予想しても構いません。獲得者なしを予想することはできません。次にキャラカードの上にタイムトラベルトークンを2個載せて準備は完了です。タイムトラベルには巻き戻しと過去改変の2種類があります。タイムトラベルの使用にはタイムトラベルトークンをキャラカードの外に移します。合計で2回まで使用できます。1種類ずつ使用してもいいですし、どちらか1つを2回使用しても構いません。自分のターン時には巻き戻しを使用できます。巻き戻しを使用すると、まず場のカードは各自の手札に戻ります。次にタイムトラベラーは山札2枚を取り2枚を捨てます。最後にリードプレイヤーを指名して巻き戻し完了です。トリック勝利時には過去改変を使用できます。過去改変はそのトリックをなかったことにすることができます。
まずトリックで取ったカードを手札に入れます。次に手札から好きなカードを選んで他のプレイヤーに渡します。場で使用されなかった手札のカードを渡すこともできます。最後にリードプレイヤーを指名して過去改変の完了です。5トリック目には使用できないので注意してください。巻き戻しや過去改変によって時間を戻すことができますが、トリック中に起こったことは基本的には戻りません。巻き戻しの場合、例えばアルケミストのエレメントの獲得はそのまま残ります。そのためアルケミストは二重にエレメントを獲得できるチャンスです。ストラテジストの失点もそのまま残りますので、二重に失点することになるかもしれません。アルケミストやストラテジストはタイムトラベラーと相性がいいですね。一方でサモナーが前衛に出した召喚獣は後衛に戻ります。前衛に出すために使用した MP は戻りません。忍者の裏向きの2枚目は捨て札になります。2枚目を出した時点で山札から1枚を取っているためです。忍者は黒を裏向きで出していることがあるため、黒が捨て札になるのは痛いですね。忍者やサモナーはタイムトラベラーと相性が悪いと言えそうです。巻き戻しや過去改変の処理は少し複雑かもしれません。処理の注意点を一覧にしたタイムトラベル補助カードを用意していますので、こちらを参考にしてください。最後に勝利点の獲得方法ですが、王冠や黒王冠の予想が当たるごとに50点を獲得できます。最大で150点を獲得できます。最終ラウンド時には公開して予想することもできます。すべて当たるとゲームに勝利できます。時間をやり直して望む未来をつかんでください。これでタイムトラベラーの説明を終わります。最後にファントムシーフについて紹介します。ファントムシーフは他のプレイヤーから王冠や黒王冠を盗むことができるキャラクターです。準備では他のプレイヤー全員に予告状か招待状を渡します。予告状には王冠を盗む、黒王冠を盗む、30点を盗むの3種類があります。招待状を渡したプレイヤーにはパートナーになってもらいます。5人プレイでは予告状と招待状をすべて使用しますが、3から4人プレイでは1から2枚が余ります。招待状が余っても構いません。予告状と招待状は公開情報です。裏向きで渡して全員の準備が完了したら表向きにしてもらうのがいいでしょう。次に太陽と月のシートの上にチップを表向きで置きます。この時0かプラスマイナス1のどちらかを選択します。これで準備は完了です。盗みを行うタイミングは5回のトリックが終了し、他のプレイヤーが王冠や黒王冠や勝利点を獲得してから盗みを行います。今回のラウンドで獲得した王冠を盗むことができますし、前のラウンドで獲得していた王冠を盗むこともできます。また30点を盗む場合、そのプレイヤーが20点しか持っていなかったら20点しか盗むことができません。盗みが成功する条件はシーフと各プレイヤーとのトリック勝利数の差によって決まります。例えば A さんに予告状王冠を盗むを渡したとします。5回のトリック終了時、シーフは1勝、A さんも1勝していたとします。トリック勝利数の差は0です。太陽と月のシートの0の位置にチップを置いていたとしたら盗みは成功します。このようにして予告状を渡した各プレイヤーとのトリック勝利数の差を見ることで盗みが成功したかどうかの判定をしていきます。チップの位置はシーフがトリックに勝利したタイミングで変更することもできます。
位置の変更はしなくても構いません。またチップの位置を変更する代わりにチップを裏返すこともできます。チップを裏返すと狼の面になり、盗みの対象をパートナーに変更することができます。盗みが成功すると王冠、黒王冠、30点のどれか1つをパートナーから盗むことができます。この場合、予告状を渡した他のプレイヤーは盗みの対象から外れることに注意してください。シーフが再びトリックに勝利した時にチップを表面に戻すこともできます。自分のターン時ではパートナーと手札を交換することができます。手札から1枚を裏向きでパートナーに渡します。パートナーはそれを見た後、カードを交換できます。もしパートナーが交換してくれなかった場合は、そのカードは捨て札にして山札から1枚を取ります。パートナーを裏切っている状態でもパートナーと手札交換をすることができます。ファントムシーフは0勝で黒王冠を獲得することができません。代わりに1勝で黒王冠を獲得できます。ただしキャラ優先度が5Cと低いことに注意してください。また2勝した場合はパートナーに50点が入ります。そのためパートナーはシーフに強いカードを渡して2勝をしてもらうという手もあります。ただしファントムシーフが裏切らなければの話ですが、これでファントムシーフの説明を終わります。以上をもちまして全15キャラの紹介となります。はじめからすべてのキャラクターを使用して遊ぶことは難しいでしょう。1キャラずつ追加して遊んでいただくことをお勧めいたします。ゲームに慣れてきましたら、ゲームスタイルドラフトで遊んでみてください。ドラフトははじめに各プレイヤーが3キャラずつ選択します。そして1ラウンドに1キャラずつ使用して遊ぶゲームスタイルです。キャラクターの組み合わせを考えるのが楽しいですよ。それでは最高のトリックテイカーを目指して頑張ってくださいね。以上、ルーラーがお送りしました。ご視聴ありがとうございました。